テキラダデジョンです。というわけでね、今回はね、クランリングからやっていきたいんですけど、すごい最悪なことが起きまして、実はね、これ2回目なんですよ。もう完璧に撮った動画がね、マイクミュートにしてて、無音のままだったっていうね、事件が発生しまして、もう一回撮り直してるところでございます。というわけでね、ちょっとテンション下がる2回目の撮影やっていきましょう。はい、というわけでね、早速やっていきましょう。2回目なのでね、1回目と同じようなこと言っちゃうかもしれないんですけど、みんなは聞いてないので大丈夫。さあ、ドラゴンラッシュもドラゴン17体とクローン4枚。もうすんごいシンプル。もう、下のこの、なんつうの、ユニット欄みたいなところすんごいでかいよ、これ。さあ、この編成なんだけど、スーパーイエティがバグでさ、先になんか使えちゃったじゃないですか。一時期。最初の方だけね、このアップデートで。その時使われた編成なんですけど、イエティにクローンを全ぶっ破していくっていうやり方なんだけど、これがね、通常のイエティでも強いじゃないかっていうのがこの編成ですね。通常イエティでも全然強いね。スーパーイエティはもう対策必須かつバランス調整必須ぐらいの強さだったんだけど、通常のイエティでもこのぶっ壊れっていうところと、やっぱこの突撃艦が通せるところにある中央密集陣みたいなのはもうこれで吹き飛びますね。強すぎるこれめちゃくちゃ強い。しかもタイムも1分20秒ぐらいでの全開だったので、もう本当に忙しい人ができる。忙しい人のための令和のドラゴンラッシュですね。Z 世代のドラゴンラッシュだもん、これは。素晴らしい。大量にドラゴン残って、こんなに残ってるよ、だって。バーサス。はい、続けて自分のアタック見ていきたいと思います。イエトーリア採用型のやつですね。9時にロイヤルチャンピオンを使っていくというやり方をしていきましたが、っていうことをね、1回目で言っておりました。はい。で、兵器がね、結構ね、今回10日弊社使ってったんですけど、ウッドランチャー型も結構強いなって最近レジェンドリーグ回してて思いますね。今回はね、10日弊社の方が、より強いかなっていうところ。今回12時側から入ってくんだけど、ランチャー転がした時にダメージ入れれるところっていうのが薄いっていうところと、3時側の外周部のサイドカットっていうところで、ちょっとこいつが外まで効いてるのが、思ったより効いてきてだるかったっていうのがあるんだけど、10日弊社の方が刺さりが良さそうなので、10日採用をやっていきましたと。外周部、くじが大きく削りつつ、時間も、ある程度間に合うことが多いので、体感、この編成はね。なので、インビジブル4発分も打ち切ってしっかり破壊を見てもらおうっていうのが今回のやり方ですと。で、オデヒスタートなんだけど、この時はね、もう、連動が低かったっていうので、始まって2回目かな、2日目のあれだったので、こういうやり方してるんですけど、クイーンとか使ってるかな今だったらもうクイーンおでんで引っ張って、でもこの投石にはね、直投げしたかったので、投石に後で一発目のね、ターゲットを投石に投げれるように多分投げてると思います。最初の4回しかこの古文をね、生み出すことができないので、それを考えると無駄な場所に4発投げるんじゃなくて、やっぱいきなり防衛施設だったりとか、ターゲットを取ってほしいところから投げ込めることができるっていうのは結構利点なので、外周、もう本当にね、外周のところっていうのを、1体目のイエトーリアとかヒーローたちで削ってあげて、やや内側のね、前衛として走ってくれるような位置に、イエトーリアの4体をできるだけ持っていけると強いかなっていうのが、全部それだとね、先に突っ込んで死ぬだけなんであれなんですけど、さあ、これもね、かなり理想的展開作れてるかなと思います。ジャンプで繋いで中央奥はキングの能力、そしてトームも最後まで残してあげて、OK。ヒーラーついてることと HP がかなり高いんで、このユニット。全然耐えれますね。で、ジャイアントアローが飛んでくるというところでね、これ、あれなんだよね。ちょっと後で話すわ、次のアタックの時に。はい。で、レイジも余って、ロイちゃん能力もあって、相当理想的展開作れたんじゃないかなと思います。余裕ですね。はい、今のね、ジャイアントアローがなぜ飛び出たかっていうところなんですけど、編成を組むところの UI が変わったじゃないですか。通常対戦だったり、クランリーグだったり、フレチャリだったり、対戦だったり、もういろいろやってて、で、ギアのセットとかも変わってるっていうところで、コピーしたあれとかがね、多分そこで、ジャイアントアローのまんまだったんだよね。前の編成とかが入ってたやつを動かしたのかな。この辺のね、慣れないとマジで事故る、本当に。今のうちにこういうミスをたくさんやって覚えとかないと、やっぱ人はミスから学びますんで、
クラクラはマジでそれがでかい。本当に。もう、ミスできるところでミスしといてみたいなのが結構大事かもしれん。さあ、ルートライダーラッシュなんですけど、アローも飛ばしつつ、すき焼き3年、春天候という名前で、うちのメンバーシップの方なんですけど、もうこれもね、1回目の時に全く同じ話をしたんだけど、かなり当初からね、メンバーシップ入ってくれてる方と僕、通常対戦を一緒にいつもやってるんですけど、もうこのタウンホール17より全然前の頃から一緒にやってる方で、初めて会った時と比べるとね、本当に上手くなってる。やっぱね、近くに上手い講師がいたんですかね。本当に上手くなりましたね。さあ、これしっかり中央にね、ユニット持ってって、今回、キングではなくてガゴプリ採用の形でやってますね。ガゴプリ型、フェニックスもついて中央へというところ、かなり綺麗にユニットたちを向かわせることができてます。昔は本当にね、入ってきた時ライドラッシュしかしない、なんかライドラッシュだけだったね、本当に。こういう、技術のいる最初の削りとか、あんまりそういうことをやってなかった。あと、食い火とかもやってたかな。技術いるやん。でもそれはちょっとあれだったんだけど、最初はライドラとそういうところしかやってなかったかな。本当に上手くなりましたねっていうのをね、やっぱ見てると思う。全然僕より年上の方なんですけど、親のような目で見てしまう年上なんだけど、やっぱ、いいっすね。めちゃくちゃ余力のある全開ということで、いい全開です。さあ、ラピュタさんもルートライダーラッシュというところで、先月まではね、結構ルートライダーラッシュが、とドラゴンラッシュみたいなのが、ロイちゃんの削りと合わせてめちゃめちゃ多かったんですけど、意外と最近はバランスもよく編成が取れてるよねっていうのを前回話したかなっていうところですね。その中でもラピュタさんは昔からルートライダーをかなり使ってる方なので、独自の形だったりとかをいろいろ持ってる方かな。ここね、言ったんだけど、クロスボウまで隠せるインビジブル打ってれば、長弾大砲から打ってる間に、クロスボウはオーラダメージで勝手に折れるような感じだったので、その辺お得だったかなみたいな感じですかね。多分本人もね、それやりながら気づいてるとは思うんですね。僕もね、やっちゃうんだよね。たまに。これ、インビジブル違った、みたいなの。奥にかければ、無料で取れるところ無駄打ちしちゃったな、みたいな。結構あるんでね。皆さんも、もし今ので気づけなかった方は、そういうところを意識してみてください。多分ね、このメンバーみんな気づいてると思う。そしてジャイアントアローで大外大きく削ることで、サイドカットができると。こういうジャイアントアローの使い方いいっすよね、テクイ。でこれね、あとね、キングが出てくるんですよ。それにもね、サイドカットになってるっていうところで。で、ここは一気にトームをかけていきます。ロック時側は大きく削れてるんだけど、このちょっとね、投石マルチ群が邪魔になって膨らみそうなところ、両サイドから打たれてしまうところをオーバーグローでケアしてあげるっていうところ。で、上からキングサイドカットをジャイアントアローでしてもらってるので、いきなりキングウォールブレーカーで入ることができるっていう誘導。これもうまいですね。ウェイクブーツで合流。で、中心部が相手のヒーローに捕まってるんだけど、ここはフリーズ対応して、ユニットの残り量がえぐい。超えぐい。で、援軍処理の終わったタイタンとかも裏側から合流して、強いね。で、ロイヤルチャンピオン能力解放、最後のレイジも解放済みというところで、このままぐるっと回っての全開。ユニットの残りも相当余裕ありますね、これも。やっぱね、一個一個見ててもやっぱみんなうまいっすわ。みんなうまい。当然ね、うまい方に声をかけてるっていうのはあるんだけど、平均層っていうのが本当に上がったっていうのがあるかな。ハードモードが出たことによってより一層技術が必要になったことで、競技勢がね、より細かいところとか、本当に大事な一個一個っていう技術がね、高まってるっていうのをノーマルモードでも感じることができますよね。元からうまいんだけどね、みんな。ヘイスト薬型。初手でまずは削りを入れていきます。ちょっとフォックスがどっか行っちゃいましたので。
こはインビジブル使って、ラスト1枚ありますが、ここは削らず回収をして終わり。援軍を引っ張っていって、細かいところだけなのでバルキリーでケアをしていって、キング、クイーン、アイゴレからのランチャーで削りを入れていきます、ここは。アイゴレ1段目のフリーズ、そしてアイゴレ、そして2段目まで通常のウォールブレーカーで穴開けを見ていく。これはね、スーパーウォールブレーカーを使うとダクエリがもったいないからという理由でね、これは通常ウォールブレーカーを使っているね、間違いなく。修行のためにやってるわけじゃないと思います。さあ、ここはサッカーボールを入れて、クエイク、ブーツも合わせて大きく削りつつランチャーのダメージで中央も破壊。援軍に関してはここキングクイーンと援軍のイエティで見ていって、これまあその時も言ったんだけど、昔ながらの綺麗な L 字できてますよね。3時4時削って、まあ9時から3時のところを綺麗に L 字を作って、中心に関してはイエティとランチャーによって削ることでもう本当に綺麗な L 字ができてる。もう昔のクラクラの基礎って L 字を作るみたいな、バルーンでもホグでも何でもいい。もういいから L 字を作れっていうのがね、タウンホール9が全盛期だった頃によく言われてたことなんですけど、それがかなり綺麗にできてるような。現代でもこんな L 字を作って回すみたいなことがあるんだねっていうような感じです。まあ、L 字の何が強いかっていうと、やっぱ横打ちなんですよね。さっきのラピュタさんのアタックもそうなんですけど、オーバーグローでね、横打ちを消して、まあ、真正面、ある程度、なんか、こっちから打てない防衛施設から殴られるっていうのが一番きついんですよ、クラクラで。影管理。ね。クラクラはマジ影ゲーなんで。影取りゲーって僕は昔から言ってるんですけど。ラバルーンでもそうだし。ラバルね、普通のラバルね。ラバルとかも竹取りゲー。昔からやってる人は、本当に、ラバで竹取ってバルーン出すみたいなのが本当に必須だったんだけど、メルジはそれがやりやすいんですよね。さあ、2アロ目。ジャンプ2枚型のイエティウォリアーというところで、普通のなんだろうな、スーパーボーラーみたいな感じの使い方になっていくんですけど、それよりも相当雑でいいっていうのがこのユニットの強さ。もうね、さっき言ったような感じでなくて、もう1点だし、うわーです、これ。もう初手に全ての回収に、この古文たちを生み出していって、まあ、クイーン反対サイドにいたんだけど、縦になってくれてるのは熱いですね。で、特化弊社置いて、っていうところで、キングクイーン逆サイド、本体へ通りや逆サイド同時進行で真ん中進めていくみたいなやり方ですね。で、本体の方にロイヤルチャンピオン追加して、ジャンプ2枚でトントン進めていくような形になるんですけど、援軍がね、ちょっと二手に分かれちゃったんだけど、ヒーロー側の方がね、アイゴレ1体多くいっちゃって、できればね、ロイちゃんのオーラダメージもあるので、本体のヒーラーついてるね、ロイちゃんと一緒に合わせて処理したかったんだけど、まあ、キングクイーンの方に行っちゃったので、まあ、そっち側の伸びがちょっと渋くなっちゃったと。まあ、それでもね、全然本体が強いので進めていけるっていうのと、このタウンホールをここから打てるっていうのがやっぱこのユニットの強みかな。まあ、これに慣れたら、スローは、普通のスローはもう強い可能性ありますよね。まあ、ここまでこの HP がタフでユニットを生み出せてぶっ壊れみたいな感じじゃないからあれだけど、普通のスローワーラッシュでも似たようなことができる可能性はある。けどやっぱまあ基礎体力みたいなのは、ね、基礎ステータスの差がありすぎるかな。チャオさん、ドラゴン編成ですね。まあ星さんがかなりやってたんですけど、星さんはイエトウイヤーに移ったので、この編成をやってる人はかなり減りました。ドラゴンバック削り。最初のね、ヒロヤさんのドラゴンラッシュとは打って変わって、まずは初手、ロイヤルチャンピオンで静かにじわじわ削りを入れていくっていうやり方で、対照的ですね。ここからヘイスト。いやー、これ強いな。ぐる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 。これも L 字じゃないけど、
6時からね、9時の方まで一気にガーッツリ削っていくんだけど、タウンホールを無視するとね、4時から3時、12時、この10時みたいな感じで一直線作れてるから、L 字に近いような形は作れてますよね。はい。で、ちょっと援軍処理をさせて、ドラゴンスタート。で、スニージー採用ですね。スニージー最後まで生きてきてました。ホーミング相当外に固まってましたね。一気に初手トーム、レイジまでかけて、10日弊社クイーンを外周部流していくやり方。9時だけカードテスラー。はい。綺麗に進むことができてます。で、中央入ったところで、ロイヤルチャンピオン能力発動して、ダックオーブ、衰弱能力をつけていきます。援軍からもドラゴンやってきてます。10日弊社。強いなぁ。ヒルヤさんのね、アタックと、このアタック、実は共通点がありまして、それがね、ドラゴンに呪文をほとんど使わないっていうところですね。初手にレイジトームを使ってたんだけど、あっちはね、イエティにレイジクローンをすべて咲くみたいなやり方で、ドラゴンはやっぱ呪文を使わなくてもこんなにユニットが生きるっていうのが本当にタフで強いですね。やっぱ空を飛んでるっていうのが、唯一無二じゃないけど、ちょっとね、陸のユニットとの差ですね。で、スニージーがこれドラゴンの先行をずっと取ってくれるので、こいつを倒さないとドラゴンを倒せないっていう仕組みも強いね。さあ、星3アタック、ファイヤーボール型ということでね。イエトウォリアーは、現状今日は3人使ってたんですけど、僕とニャロメと星3というところで、全員やり方が違う。本当にね、何やっても強いよな何でやっても強いからもう本当に自分がやりやすいやつでいいですよって感じで、ホッサンファイヤーボールを選んでる形ですね。ファイボぶっ刺さりやしな、これ。そういった配置選びとかはあれかもしんないけど、もともとファイボが一番楽で強いでしょっていうところで、レジェンドリーグでファイボを採用してて、そのままの流れでやってるのかな。テスラでね、こうね、ファイボ対策も相手はしてたみたいなんだけど、しっかりね、大外端から出すことで、しかもちょっとリクスケルトンが時間を作ってくれたことで、安定してファイブを打ち込むことができましたね。外周処理。ロイヤルチャンピオンも3時から6時から、この1体のイエトウォリアが対地クロスのタゲを取ってる間に取って、フリーズまでかけて、ここは延命を図りました。トームがないのね、5型のデメリットではあるかな。逆にメリットは5があることっていうところでなかなかメリットとデメリットが同じようなところなんですけど。で、ロイヤルチャンピオンにレイジぶっ破して、中央突破。この、オーデンのね、レイジジェムがついてれば、で、あとヒーラーついてればね、この、死なないね、本当に。全員共通してるのはヒーラー採用してることかな。ヒーラーとレイジジェムかな。3人、あれどこ残ってんの？ああ、いたわ、なんか。そうだね。イエトウォリアー、みんなヒーラー採用してる。今日はちょっとこのボマックさんのアタックで終わるかなと思うんですが、本当にみんなバラエティに富んだ編成をいろいろやって、いいね。楽しいね。これは相当飛んでるんだけどバラエティに富みすぎてる編成なんですけど、まずはロイヤルチャンピオンで削りをしていきますと。で、これね、ラバルーン人形を採用してるんですよね。で、スニージーも採用してますね。ラバルーン人形は、対空砲をターゲット取るので、この編成ずっとね、何本も見てて気づいたのが、やっぱ対空砲の管理っていうのが本当に大事になってきますと。インビジブル2発あるんだけど、ここやらなかったですね。バルーンで外周削って対空砲。反対も対空砲。で、上はジャイアントアロー。ゴーレムからのジャイアントアロー。これさ、6時の対空砲おる必要なくない多分。アロー失敗してから撃つでもよかったんじゃない？順序として。失敗したら撃つでもいいんじゃない？バルキリーからの、ここも対空砲リー。ということで、対空砲が4本全部なくなりました、これで。なので、ラバル人形は通常の防衛施設を殴るようになりますっていうところですね。これが結構大事になってきます。で、上からロイヤルチャンピオン、ロケットスピア打って、
ドラゴンライダーからの突撃艦トーム一気に入れていくんだけど、そうするとね、こうしてラバルーン人形が生まれます。で、スニージも採用してますね。ドラゴンライダーに竹が向かいづらいようにしっかりターゲットをぶらしていくような形。突撃艦に関してはタウンホールは突撃艦で管理。ドラゴンライダーの盾としてね、これラバル人形が進んでくれるんですよね。これ強い。で、パピーも生み出して。まあ今ね、期間限定来てますけど、初代最強期間限定ユニットで言えばこのラバルーンですからね。こいつマジ強かったよな。こいつでラッシュできたのマジで強すぎたよね、本当に。そんなやつが使えちゃうんだから、これ、ワンチャン、なんかね、イエティウォリアー人形とか生まれるかもしれないよ、これもしかしたら。そうして、縦ユニットが進んでくれて、スニージーのペットは、もう別々だ、完全に。防衛施設をターゲット取るドラゴンライダーと関係ないところに、これね、いますよ、ほら。お化けみたいだね。妖怪だ。はい、というわけでね、2回目の動画撮影が終わりました。いかがだったでしょうか？みんなうまいね。非常にいい展開が多く一緒にできて楽しいです。みんなうまいですね。ひろやさんのね、やってたドラゴンクローン編成っていうのは、難易度もかなり低いと思うんで、すごい真似しやすいし、楽だし、必要な工程みたいなのはないから特に。ロイヤルチャンピオンのね、削りみたいに最初、うまいことやってとかも必要ないし、なんか、必要なヒーローギアとかないじゃん。エレクトロブーツのレベルが足りてないんでできませんみたいなのがない。ファイヤーボールが上がってませんとかないから、まあ、エターナルトームだね。エターナルトームぐらい。あとはもうなんならヒーローもね、そんなに選ばないし。まあ、クイーンの方が、まあさすがに強いけど、まあクイーン工事してね、ヒーロー工事しながらでも全然使えそうなんで、便利なんじゃないかなと思います。はい。最強お手軽編成かもしれない。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。